ねんな。普通にこけちゃった。このサイズでも引きますからね。どういった場所を狙っていけばいいのかっていうことを少し詳しく解説していこうかなと思います。スプーンっていうのはサイズの割には重さがあるんで、先頭の引くベスパーでもう広く遠くの根を一個一個もうはい割り入った。よしガー大型の魚が上がってくる道でもあるので、はい、フィッシングギャングの太一です。先日、ウェーディングでとあるポイントに調査に行ってきました。初めてのポイントってわけでもないんですが、ちょっと一通りこのポイント周辺を探ったりしてみて、いくつか釣果が出たので、そういう釣果の動画も踏まえながら、どういうポイントを狙っていけばいいのかとか、どういうシチュエーションとか、そういったところを細かく説明していきたいと思います。まずですね、このリーフウェーディングっていうのは基本的にインリーフで行われる釣りです。インリーフっていうのはリーフの内側の浅いところですね。ここに立ち込んで入って釣りをしていく、いろんな魚が狙える釣りではあるんですが、この中でまず一つ狙い目になるのが根ですね。こう今海見て映るかな、カメラが。基本的にはこういう砂浜から入っていくことが多いのがウェーディングなんですが、まずベースは砂地になることが多いので、砂地の中で黒くなっている部分っていうのは基本的には根があったり藻があったりっていう、そういうストラクチャーを打っていく感じになります。満潮とか夜のうちに浅場に入ってきた魚がそのまま根に居ついたりとかして残っている個体っていうのを目を打って探っていくっていうのがまず基本です。見えてる根、大きい根っていうのをひたすら叩いて乱眼していくっていうのが一番ポピュラーなウェーディングですね。タマンとかもそういう根から出てくる魚です。実際にこの根打ちで釣ってきた動画があるので、そちらもご覧ください。スプーン、よしガーちっちゃいなこれ。なんだよなんだよ、これたまんだろ。違う、胸か。おっしゃー、1本目夕方のウェーディング、最高だ。釣れました。胸赤。値打ちの時に使ったルアーはベスパーでしたね。で、値打ちの時は基本的にはもう円筒になります。円筒になるので、この円筒の引く一番持ってたルアーで円筒の引くベスパーでもう広く遠くの根を一個一個もうできるだけしらみつぶしに一個一個根を丁寧に打っていく。でベスパーは横にも引くこともできるし、リフト&ホールで刻むこともできるんで、1個持っておくと重宝する、結構万能なルアーになります。
ああ、いいですね。見えてますか？見えてます。その他にインリーフに大量にベイトが入る時っていうのがあるんですけど、そういうベイトが入っている時っていうのは、夜に入ってきた魚とかがこのベイトについて昼間でもインリーフ浅場に残っているパターンっていうのが多くあります。なのでベイトが見えているポイントっていうのは比較的魚が残っている可能性が高い。あとは普段インリーフで釣れないようなカツオとか、そういうベイトにつく魚っていうのもインリーフで釣れたりすることがあるのがこのベイト打ちの面白いところです。餌いっぱい。さっきから飛んでる。同じやつが。このままやってたら当たりそうだな。めっちゃやばい。奥まで全部だ。これ内向けがいいのかな。浅いよな。うわ、めっちゃ、よし。わからん。ガラじゃないか。ガラ。黒ひなだ。マジ？貝割りだな。もう勝ち。貝割り入った。南洋貝割りです。南洋貝割り。メテオラのリップカットチューン。やっと久しぶりにいい魚来ましたね。逃がしたいと思います。ありがとうございます。いいね、久しぶりの。タマンもオニヒラも結構何でもベイトのサイズもまちまちなんですが、大型のベイトハダラとかそういうの変色してる時もあれば、本当にちっちゃいベイトを食ってる時もあるんで、そういう時に合わせてルアーを選択していっているんですが、今回の兆候で貝割りを釣ったルアーはこのメテオラでしたね。メテオラ、このメテオラのリップをカットしてリップレスチューンで釣ることができました。その他にこういうノーティーですね。ノーティースプーンっていうのはサイズの割には重さがあるんで、太いタックルでも小さいルアーっていうのが扱いやすくなります。なのでこういうスプーンとかっていうのはやっぱり小型のベイトの時に威力を発揮しやすいです。実際に僕の自己記録のタマンはベイトのパターンでノーティーで、僕はノーティーの 18g のシルバーで釣ることができました。最後にリーフっていうのは浅場と深場の境目がドンと上がっている場所もあるんですが、潮の流れ道となる口と呼ばれる部分、要はもう水道ですね。浅場に向かって潮が入ってくる場所、そういう口と呼ばれる場所からはやはり魚が上がってきやすいです。そして比較的大型の魚が上がってくる道でもあるので、そういう口周りで回遊待ちっていうのも一つ手ではあります。で、今回口周りで回遊待ちをしていてちょっと大型が当たった動画もあるので、そちらもご覧ください。うわ
久しぶりに敗北しましたね。今のえぐいな。ガラだな、完全に。10キロぐらいかなと思ったら全然加速してきよったな。最初止まり封じしたのに20キロぐらいあったんかな。はい、残念ながらキャッチすることはできなかったですが、この口周りの一発の大物、基本的に一つの条件じゃなくて、この口周りに根があってベイトがいてっていうように複合条件で重なり合えばより確率よくというか、より可能性が高いフィールドって言っていいのかなと思うんで、潮が流れる場所で根があってベイトがいてっていうこの3つの条件全てクリアしているポイントっていうのはいいポイントなんじゃないかなと思います。はい、この3点踏まえた上でルアーローテーションしながらタマンとか胸赤口いろんな魚狙えるのがリーフウェディングのいいところです。タックルを変えるだけで違う魚がいろんな魚が反応して来てくれてとても面白い釣りなのでぜひやってみてください。ご視聴ありがとうございました。